例えば、私たちの心の状態が2つに分けられるとすれば、どちらなのかっていうことを学んでいけたらと思います。人によっては、そして私のインドの先生によっては、実は4つに分けられるよとかって言ってね、そのカテゴリーによって、そしてその細かさによってはいくつにも分けられるんですけれども、今回は2つに分けられるとしたらどういうふうになっているのかっていうことについて話します。では、スライドを見ながら見ていきましょう。私たちの心の状態を2つに分けるとすれば、1つは美しい心の状態、そしてもう1つは苦悩の心の状態というふうにして名前を付けていきたいと思います。この2つの心の状態の違いをまず見ていきます。この苦悩の心の状態になると、ネガティブな感情がたくさん現れます。もやもやした心、イライラ、怒りから始まり、悲しみや寂しさ、不安の心、嫉妬の心、そして諦めの心や絶望感、そして鬱になったりします。これを全部ひっくるめて感情とすると、これはネガティブな感情というふうにして表したいと思います。人によってはどんな感情を感じているのかっていうことにフォーカスする方もいらっしゃいますけれども、それって心の授業的にはあんまり関係なかったりするんです。これなぜかというと、感情は変化するからなんですね。一つのきっかけによって私たちの心の状態は苦悩の心の状態になって、様々なネガティブな感情が現れました。だけれども、その感情は変わっていくんです。例えばですね、仕事で自分が失敗してしまって上司から厳しく叱られてしまったっていうケースで考えてみたいんですけれども、嫌な言い方をされたり、ネチネチ嫌味を言われたりすると、私たちとしてやっぱりモヤモヤしますよね。そういった意味では、家に帰ってからそのことを考えると、モヤモヤしたり、イライラしたり、ね、そのことを、上司のことを考えると、怒りがね、湧き起こってきたりすると思うんです。で、そのうちに、悲しみが出てきたりする。これなぜかというと、なんでこんなね、上司の下で働かなきゃいけないんだっていう悲しみが出てきたり、そして不安の心も出てくるわけですよ。こんな上司の下でね、ずっと頑張っていかなきゃいけないのかとか、あるいは転職した方がいいのだろうかとか、将来に対しての不安が出てきたりする。友達とお話ししてて、その友達の職場はとてもいいような雰囲気をしてるってなると、嫉妬を感じてしまったりとか。とはいえね、仕事ですから、やっぱり何も言えずに、で、そこで諦めの心が出てきたりする。で、そのまま何もせずにしていると、鬱になってしまうっていうことにも起こり得る。そういった意味では、最初はモヤモヤした心、イライラした心っていうような感情から始まっていたのに、そのままにしてると全部いっちゃって、結局は鬱の状態になるっていうことにもなるわけですよ。鬱にもやっぱりいろんなタイプがあると思うんですけれども、もともと健康な体で育ってきた方で、急に仕事とか大人になるにつれて鬱になっちゃったっていう方であると、もしかしたらこのパターンではないかなっていうことも言えるかなと思います。さあ、苦悩の心の状態なんですけれども、もう一つの特徴があります。頭の中を見てみると、様々な思考が現れます。この思考というのはまるでゴースト、幽霊のようなものなんですね。幽霊のように何もないと思ったのにパッて現れたりとか、で、現れたと思ってこういう思考があるなと思ってたのにパッて消えちゃったりとかって言って、取り留めもないような思考、それが自分の頭の中にいろいろ出てきたり消えていったりっていうことをずっとやってるわけですよ。で、この幽霊、ゴーストのようなこの思考というのは、実は過去と未来の思考がほとんどなんですね。過去のことを考えて、嫌な上司のことをね、うつと考えていたりとか、未来のことを考えて、こういう風な上司の下で働くの嫌だな、転職しようかな、今度次会った時どうやってこの人を避けようとかね、でいろんなことを考えて、未来と過去の思考でごちゃごちゃそれを行ったり来たりしている状態っていうのが頭の中になります。何かのきっかけがあると、それと同時にネガティブな感情が現れて、それと同時に頭の中の思考は過去と未来の思考でいっぱいになるということですね。頭の中の思考はごちゃごちゃと出てくるので、先が見えないという感覚になります。これはまるでトンネルの中をもがきさまよい歩いているような感覚になります。光を求めてね、歩いているような感覚なんです。で、これっていうのはこの自分の頭の中にいろんな思考があるからなんですよ。
さあ、そんな中で自分の立ち位置っていうのを見ていきたいと思います。苦悩の心になると、私たちというのは、世界の真ん中に自分が立って、自分って言い出すんですね。自分はこうだ、自分はこれだっていうふうに言うんですよ。私はこうだね。私はこう思う。私はこうしてほしい。そして、こう自分っていう中から、今度は相手を指さして、あなたがこうしてくれればよかった。あなたが私のことを理解して欲しかった。ね、そんな感じで、あなたが、あるいは自分っていうふうに言ってる状態。そして、このところでもう一つ気づかなければいけないのは、自分と周りの間には、こう隔たりがあるんですよ。こう距離感がある。だから、心がつながらないっていうのはここから出るんですね。で、この苦悩の心の状態の最終段階であるうつの状態になると、自分から心を離すようになります。例えばお友達でうつ状態になってしまった人がいる。でそのお友達にね、こういろんなね、声を投げかけたり、こうすればいいよ、ああすればいいよっていうふうにしてアドバイスをしたとしても、彼女自身がこう心を離してしまっているということがあるので、それも聞き入れられなかったりするわけですね。その方たちを助けていきたいときには、やっぱり周りの人がね、自分から心を離してしまっているから、一生懸命心をつなげてあげようっていうふうにしてサポートしてあげることが本当に大事になってくるわけですね。だから、苦悩の心の状態の時には、世界の中心に自分が来て、その真ん中から物事を見て自分って言ってるか、相手を指さしているかっていう状態になり、自分と周りのものとは別物、距離感があって、そして心が離れるということになってしまいます。では、美しい心の状態はどうなのか比較しながら見ていきたいと思います。苦悩の心の場合は、様々なね、ネガティブな感情が現れていたと思います。美しい心の状態を見てみると、平穏さ、静寂さ、幸福感とか、喜びが出てきます。ここは実はハッピーとはちょっと違うんですよ。このハッピーというよりもどちらかといえばやっぱり美しい心って言った方がこうしっくりくる。こう平穏さがあって、こう静寂さがあって、そしてうわーってやったーっていうようなこう喜びというよりかはどちらかといえばこうもっとね幸福感を伴ったこう美しい心のねこう幸せ感というかねそういうものがこの美しい心っていうふうに、感覚的にはあると思います。苦悩の心の状態の時には頭の中には様々な思考が現れていました。未来と過去の思考を行ったり来たりしていました。美しい心の状態はどうなるかというと、頭の中はクリアなんですね。いろんな思考がないから、ないって全然ないわけじゃないんですよ。もちろんあるけれども静まってるんですね。で、その状態だから何をしなければいけないかっていうのがクリアに見えてくるわけですね。ビジョンとか自分の夢がクリアに分かってきます。で、さっきは過去と未来の思考っていうのを行ったり来たりしてたと思うんですけれども、ここでは今、この現在ですね、目の前のことっていうその意識状態になります。この状態からは、その自分のビジョンだったりとか、自分の夢がわかるから、やるべきことがはっきりとわかります。このイラストを見ていただくとわかるんですけれども、例えば私たちのビジョン、つまり自分がやりたいことだったりとか、あるいは自分はこんな人生を送っていきたい。ね、こう夢があったとする。それをビジョンの旗としてね、山の上にブスッと刺したとします。そうするとどうなるかというと、美しい心の状態の時には、このビジョン、この旗ですね、がはっきり見えるんですよ。苦悩の心の状態ではまたその反対で見えないんですね。過去の思考、未来の思考、いろんな感情、すべてがね、もうごちゃごちゃ頭の中にあるから、その旗が全く見えない状態になっています。先が見えなくって、どの山を登っているかすらわからない。そんな状態になるんですね。だから、暗闇の中をね、さまよい歩いているような感覚になるわけですよ。先が見えないからどうしたらいいかわからないということで、一歩が進めないんですね。不安の心でね、一歩が進むことができない。そしてここでは無行動ということにもなります。もちろんね、うつの状態になってしまうと、やっぱりもう行動すら起こせない、体すら起こせないという状態になりますもんね。そういった意味では、この苦悩の心の状態になると無行動になります。反対に美しい心の状態を見ると、ビジョン、その旗がしっかりと見えるから、だから行動が早いんですね。何をすべきかどうか、自分にとって何が必要で何が必要ではないのかっていうのが、はっきりとわかるので、行動が早くなります。
心の授業をするにあたってこういうふうに考える方がいらっしゃるんです。うなみさん、このね、心の授業とか言って、瞑想とか内観とかして、洞窟に入ってね、何もしないんじゃないの？つまり、そういうふうな修行僧になっちゃったら、こう、ね、社会からね、こう外れてね、何もしないんじゃないの？っていうふうに思われる、こう瞑想ばっかりしてるようなイメージだと思うんですけれども、実はそう違うんですね。この心の授業っていうのは、この瞑想とか洞窟に入って無行動になってるわけではなくって、実は自分の心の状態をちゃんとクリアにするそのテクニックを学んでいくから、何をすべきか、自分にとって何が必要なのかっていうのが分かって、行動が早くなるんですね。決断力が早いというか、で、動くのも早いし、美しい心の状態には本当に行動が生まれる。だけれども、この苦悩の状態になると、例えばね、一般的に言う、瞑想しかやっていない方とかっていうのは、やっぱりその洞窟みたいなところに入って、そしてやっぱ現代のね、普通の生活に戻ってしまったら、また、知恵を持っていないから、心の授業で学んでいないから、またそこでぐしゅんってなっちゃって、また逃げるように、瞑想ばっかりするっていうパターンになっちゃうんですよ。そうではなくって、やはり心の授業的には、もちろん心と向き合って内観をしたり、瞑想したり、心の中をね、クリアにするっていう実践っていうのは大事。だけれども、それとともに、学んでいくっていうこと、知恵をね、ちゃんとね、頭の中に入れていく、学んでいくっていうことも大事なんです。そういった意味では、これバランスが取れていなきゃいけないわけですね。だから、ここで心の授業をされる方は、美しい心の状態でいること。そうすれば行動が早くなる。ね。そういうことになります。